お疲れ様です。リベルタ司です。そしてデバッグも落ち着いた頃、ザ・クンフーのプログラマーさんから声がかかりました。当然次のプロジェクトのお話です。今回のお話は、私がゲーム業界に入って3作品目として開発に関わったゲーム、それは PC エンジン版 R タイプ1、2です。ではその当時思い出せるエピソードをお話しします。前回のエピソードでザ・クンフーをお話ししました。でそのザ・クンフーの制作の後、開発スタッフも増えて開発室がとても手狭になったこともあり、開発の引っ越しになりました。引っ越し先は道を挟んだ斜め向かいの新築のビルへ移動することになりました。4階のフロアへ引っ越しです。と同時に一つ問題が起こったことを思い出しました。直接私に関わる問題ではないのですが、引っ越し作業の最中、ザ・クンフーのゲームに大きなバグが発覚したみたいなんです。なのでそのバグ探しと修正作業にプログラマーさんが追われているのを知っています。確か引っ越しの最中、フロアの床に機材を広げ、一人作業しているプログラマーさんの姿があったことを思い出します。デザイナーとしては何も手伝えないので、こういう時は遠目に見守るしかなかったんですが、そして引っ越しも終わって、ザ・クンフーのバグ取りも無事に終わって、次の仕事のオファーが来るまでは他のチームが制作していたゲームのデバッグをしていました。ファミコンのファザナドゥといったゲームです。これです。このゲームはもともと日本ファルコムが制作した人気ゲーム、ザナドゥを H 社がファミコン用に改編したゲームです。入社してすぐに開発に投入されて、いろいろバタバタした1987年だったので、本格的に腰を据えて時間をかけてデバッグする時間はとても充実していました。デバッグとはいえクリアを目指しながらゲームをプレイするわけですから、半分遊びながらチェックしながらといった感じです。朝出社してすぐにゲームをスタートし、帰る時間までにクリアできるかとか、何らか目標を立ててデバッグしていました。何度もファザナドゥをプレイしていたので、それなりに上手くなっていたと思います。本当次の仕事が待ち遠しいのとデバッグが楽しいという、とても充実した日を送っていました。そしてデバッグも落ち着いた頃、元ザ・クンフーのプログラマーさんから声がかかりました。当然次のプロジェクトのお話です。その時1人5000円くらいだったか1万円くらいだったか忘れたんですが、とにかくいっぱいのお金を渡されて、みんなでゲームセンターに向かうことになったんです。でお店に着くなり全て100円硬貨に両替をしました。つまりどういうことかというと、その100円で次に開発するゲーム、そう R タイプです。それをプレイしてクリアすることを目指そうといった業務命令だったんです。業界妙理につきますね。なぜゲームセンターへ行くのかというと、 PC エンジンの目玉ともいえるアーケードゲームの移植が決まったとはいえ、そのゲームを移植するためのデータも資料もいつ届くのかはっきりわからなかった感じでした。だからそれが遊べるゲームセンターに行って全ステージプレイして見ることができたら、前準備としても何らか収穫があるわけですからね。で言われるがままゲームセンターに置かれる R タイプでお昼前か後くらいだったんでしょうか、ひたすら会社のお金で遊んでいました。いや研究していました。これが初めて R タイプに触れた瞬間です。そうそう、過去にアップした動画でザ・クンフーを制作中にドット絵の練習として昼休みに R タイプの巨大戦艦を模写していたことを思い出します。何か導かれていたんでしょうかね。まさか次に関わる仕事がそれだなんてね。そんなこんなで数日が経過して、ある日会社で
私たちデザイナーに筐体が渡されました。筐体は多分すでにプログラマーさんたちで R タイプの基盤からデータを吸い出し終え、プログラムやキャラクターデータなどの復元を始めていたんだと思います。本来であればさまざまなソースコード的な素材などはアーケードの R タイプを開発した会社からいただけるものと思っていたんですが、どうやらちょっと違ったみたいです。そして私たちデザイナーは渡された筐体で引き続き遊びまくりました。と合わせてプログラマーさんたちは私たちデザイナーに渡す R タイプのデザインデータと PC エンジンのヒューカードに入れるための容量の計算を練っていたんだと思います。あとアーケードのデータを PC エンジンの開発ツールで開くように変換したりと、さまざまな作業が目白押しだったと思われます。ということでこの時初めてアーケードゲームの移植に関わることになって、さまざま貴重な体験をすることになります。まさか当時話題の R タイプを移植するとは本当にワクワクした気持ちでいっぱいでした。ここで忘れちゃいけない品物があります。PC エンジンで R タイプを移植するにあたり当時渡された資料があります。で、今までに本当他では見たことがない品なのでめちゃくちゃ貴重なものです。ちょっと持ってきます。本邦初公開。ただしですね、これに関しては正直今の私でも勝手に公開できない品だと判断しています。それはアーケード R タイプの基本仕様書という手書きの書類です。ごめんなさい、もったいぶらせたのにぼかしという見せ方で本当にすみません。大人の事情が絡むものだということをご理解ください。ぼかしですけどできる限り内容をお伝えします。まず資料をまとめた表紙は私が書きまして、ここはぼかしなしで大丈夫ですね。一応開発メーカーの名称は隠しますがすぐに分かっちゃいますよね。では見てみましょう。1ページ目は R タイプのタイトルが書かれています。綺麗な感じで手書きで書かれています。2ページ目は基本仕様という表紙があります。会社名と開発部、企画開発課ということで作者の名前が書かれています。